です。さて今回は分かったシリーズ第3弾三菱ランサー EX スターボです。本題に参りましょう。1987年式のこの車は三菱自動車がラリーの世界で元気だったまさに昭和の車です。1パワーウィンドウ。もともと4ドアファミリーセダンですがターボチャージャーが追加されさらにインタークーラーが標準装備された最終形態です。見た目はファミリーセダンなのに初めから固めのサスペンション、ウレタン製リアスポイラー、30年前の電動サンルーフ、当時オプションで9万円。内装はボール紙にビニール？またこの時代ターボが珍しかったのか注意書きがドアに貼られています。オイル交換やアフターアイドリングについて詳細に書かれています。この限定色カイザーシルバーメタリックには純正の LSD リミテッドスリップデフが組み込まれています。その後この流れはミラージュサイボーグギャラン VR4 ランエボへと受け継がれました。当時この車を販売するあたり三菱自動車の意気込みが感じられますね。今の車にはあまり見られない角張ったデザイン。ボクシーで正統派なこの手の車はもう出てこないのでしょうか。高回転型 DOHC が求められ始めた時代にロングストロークのトルク型で SOHC、ある日信号待ちでニュートラルに入れたのと勘違いして一足のままクラッチから足を外してしまいました。するとドンと追突されたような衝撃を受け慌ててクラッチを踏んでふとメーターを見ると何事もなかったかのようにエンジンだけが静かに動いていました。50キロの車重に160馬力、最大トルク22キロ。おとなしい外観とは裏腹に中身は意外とじゃじゃ馬です。ドッカンターボでリアが突然暴れ出しボールナットステアリングは戻りが遅くタイヤの限界を超えてからのコントロールが難しい車でした。現在までの修理箇所はシリンダーヘッドにクラックが入りプラグがオイルで固着、バルブからプラグホールにオイルが回りプラグが固着、プラグを交換しようと硬いやつを力を入れて回したらヘッドにプラグの残骸が残ってしまい交換するしかありませんでした。
燃料ポンプ、プロペラシャフトベアリング、リアキャリパー固着、 ISC サーボ不良。純正マフラーは3本目で8年前メーカー最後の1本でした。30年17万キロ。その現状とは、オイル消費が早く3000キロごとのオイル交換時約半分に減っています。タペット音は比較的静かです。少しブローバイが気になります。ターボ後燃式多走行なのでオイルは 20W50 を使用しています。エンジンの始動は問題なく、マフラーからの白煙も特にありません。タービン吸気道はこんな感じです。インタークーラーを越えてバニホールド手前のホース内を確認。数十年ぶりに焼ける緊張感に震えながら指を入れると、少し汚れてはいたもののオイルで湿ってはいなく乾いた感じ。ターボからオイルは漏れていないようなので一安心。最近は電圧が低下気味。そろそろオルタネーターも寿命、ストック部品で交換します。交換作業は別動画でご紹介します。ストックしているヘッドライトのほとんどでリフレクターのメッキが剥げてしまい、光量不足と光軸が出ないため車検に通りません。これも今後空割りをして直していきたいと思います。青空駐車で安物ボディカバーを使っていたため、ルーフトップ、トランクにスポット錆が発生。今後缶スプレーで補修、また別動画でご紹介します。まとめ。当時ターボは7万キロで寿命と言われ、自分も覚悟していましたが、3000キロごとに確実にオイル交換をしてきたことが良かったのかなと思います。30年経つと部品は皆無。でもいろいろな方々に助けていただきました。シリンダーヘッドを譲ってくれた方、調子を整えてくれたディーラーの方、インジェクターを譲ってくれた専門ショップの方、部品がないのに車検を通してくれた職人の方、本当にありがとうございました。経験豊富な修理屋さんの存在がとても重要不可欠です。いつまで維持できるか分かりませんが、完璧に近づけていきたいと思います。とにかく面白くて楽しく、他に乗りたい車が思いつかないのです。おしまい。これからもランタモのメンテナンスや修理の動画をアップしていきますので、もし気に入っていただけたらまた見に来てくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。